おはようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはハートのチョコデコです。丸いスポンジからハートの形のデコレーションケーキを作っていきます。とっても簡単なのでぜひやってみてください。まずはスポンジのカットですね。今回はバレンタインなのでチョコのスポンジでチョコクリームっていう結構チョコっていう感じで仕上げてみました。一度冷蔵庫で一晩寝かしたりするとしっとりとして仕上がりが綺麗になります。焼き側の部分を切り落として今回は半分に切っていきます。3段にサンドしてもいいですし、2段にサンドしてもいいですし、そこら辺はお好みで仕上げていってください。できたらチョコレートクリームですね。こちらの作り方はチョコロールのレシピがあるのでそちらを見てみてください。失敗しにくいチョコレートのクリームの作り方を紹介しています。普通の生クリームもザラザラしやすいんですが、チョコレートの生クリームはよりザラザラしやすいので気をつけて使っていきましょう。仕上げに使う分は3分の1ぐらい取っておいて、残りをしっかり固めに泡立てていきます。これをサンドと、あとは下塗りに使っていくような感じですね。こんな感じで角が立つまで泡立てていきます。で今回は結構スポンジもしっとりしていたので、シロップも打たないで仕上げていきたいと思います。クリームを伸ばしていちごを並べていきます。いちごは半分に切ったものですね。これもオレンジとかも合うと思います。好きなフルーツでやってみてください。上の段は少し多めにクリームを乗せて伸ばしていきます。もうこれだけでも美味しそうですよね。チョコクリームとチョコスポンジってたまらないですよね。個人的にはあんまりチョコとイチゴって合わせるの好きじゃないんですけど、なんか見栄え的にはイチゴがいいかなって思って今回もイチゴを使ってます。上のスポンジを乗せたら、このまま冷蔵庫で少し冷やして、ちょっと密着させます。しっかりさせるような感じですね。30分ぐらいは冷やしておきましょう。しっかりとスポンジと生クリームが密着して切りやすくなっています。で、スポンジをこのようにカットしていくんですね。サンドしてるイチゴごと全部カットしちゃいます。2箇所カットして、で、上にくっつけて、ハートのこの耳みたいなところですね、を作っていきます。こういう感じで三角になるように。このハートの形を鋭利にしたいか、緩やかにしたいかはちょっとお好みなので、いい感じの場所で切ってみてください。カットできたら、上のところにクリームを塗って、そこにピタッと今切ったものをくっつけていきます。初めてお店で教えてもらった時になんて画期的なんだ、素晴らしいっていう風に感動しました。こんな感じでギューッとくっつけてハートの形にしていきます。バッチリハートになっていますよね。こうなったらあとはナッペをしていくだけですね。まずは外にケーキのクラム、スポンジのカスですね、出ないように下塗りをしていきましょう。先ほどの固めのクリームまだ残っていると思うので全体にきれいに塗り仕上げていきます。ハートの形なのでそれを崩さないようにちょっと優しめですね。下塗りをすることで後で生クリームを表面に塗るのが塗りやすくなっていきます。できたら本番のナッペをしていきますね。温度は先ほどよりも少しクリームを柔らかめに、さっき結構角が立つような感じで、もうあとちょっとでザラザラになるよって感じだったと思うんですが、それよりももう少し前で柔らかくしておきましょう。こんな感じでゴムベラで乗せるとちょっとデローって柔らかくなるような感じですね。柔らかすぎると流れてしまったりするので注意してください。で、まずは表面を広げて、きれいに広がったら側面のクリームを塗っていきます。パレットナイフの先にたっぷりクリームをつけて、こんな感じで、ちょっと丸のスポンジよりさらにナッペがしづらいような感じですね。去年のクリスマスにナッペの仕方のライブをやっていたら、終始50人ぐらいの方が見てくださっていて、とても嬉しかったです。最初のうちトラブルがあったので申し訳なかったんですけど、ナッペのレッスンの動画もよかったら見てみてください。
パレットナイフをしっかりと指の延長だと思って人差し指を立てながら持っていって、側面にしっかりまっすぐと当ててクリームを塗っていきます。指をしっかり立ててパレットナイフを持つとクリームの状態が指で感じやすいんですね。そしてこの上のクリームがちょっとはみ出すようなぐらいたっぷり塗っていきましょう。ここがちょっと難しいところですよね。回転台動かしながら、できれば一発でつなぎ目がないように、この尖った部分が最後になるようにしたいですね。できたら上のクリームのはみ出した部分をきれいに取っていきましょう。一度ずつパレットナイフはきれいにしながら、この側面のはみ出した部分を切り取っていくような感じですね。もうだいぶしっかりハートのケーキになってきましたよね。これだけですごく可愛いです。丸いスポンジから作ったとは思えないですよね。お皿に乗せ替えて絞りをして仕上げていきましょう。お皿に乗せるとき結構注意が必要ですね。しっかりとパレットナイフで差し込んで、ケーキがちゃんと上に乗ってるなっていう風に重さを感じながらパレットナイフで持ち上げる感じです。あんまりちゃんとパレットナイフが刺さっていないとケーキがぐるんってひっくり返っちゃったりするので気をつけてください。こんな感じでお皿に乗せられれば OK です。上に生クリーム絞っていきましょう。今回は干し口金を使って絞っていきます。丸い口金でもいいですし、干し口金でも何でもいいんですが、絞るのが苦手だよっていう方は干し口金の方があらが出にくくて可愛く絞りやすいです。今回は中心に向かってシェルのような感じでぐるぐるっと全部覆うように絞っていきたいと思います。で、真ん中にたっぷりいちごを乗せていく感じですね。こうやって絞りをするだけでもなんか可愛いですよね。でもちょっとシェルの絞りが外にはみ出し気味にしちゃったんで、なんかハートにせっかくしたんですけど、ただの三角みたいになってますね。ちょっとそこの部分は気をつけて絞ってみてください。で、お好みの数いちごを乗せたら完成です。最後までご覧いただきありがとうございました。バレンタインは何を作る予定ですか？今回バレンタインに向けてかなりたくさんのチョコレシピを公開しました。ぜひその中の一つから選んでもらえるととっても嬉しいです。